私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドマーケットのシャです。ワールドラバーマーケットのガネです。本日は、はい。片面ペン以外を見るな。君は裏面一応そんな振らないというか、ショートが多いんでいいですけど、バック側に来た下回転のボールを片面ペンで、アタックする方法、やっぱりここかなり鬼門になるっていうか なり続けてるじゃないですか。下回転のボール打てまへん、回り込まないかんのか、いやそれとも裏目をつけなきゃいけないのかみたいな。なるほど。そんなことしなくてもいける方法があるんで。それは回り込まなくてもいいんですか？そういうことです。回り込まなくてこっち側で攻撃ができる。攻撃する得点を奪いに行く方法があるんですけれども、自分自身は積極的に使ってるわけじゃないんですけど、いや回り込めないポンっていうとっさでとっさにいける。向こう側からしたら、こう下回転のボールを僕がこういうふうにもう構えると、つっつき来るのねっていう、攻撃してけえへん、トップスピンに変えられないのねっていうふうにもう打つ体勢に入るんですけど、これできるといや打つんかいっていうのができる。このテクニックなんですけど、結構前段階としてちゃんとしたショート技術を持ってないと難しいところがあるんです。マスターできない。それちゃんとしたのはどういうのっていうと、その動作の部分、足からこの手につなげるとか、そういうところができないとまずできないんで。ペンの基本打法をしっかりとある程度、基本動作基本動作の部分がちゃんとできないとこれ絶対できないんで、まずはそこからやっていきたいなと思います。なのでその動作の部分の説明と、あとは実際にボールを打つタッチの部分、タッチこんな感じですよっていうこの2つのところから説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。では下回転出してこっちつっついて、何が起きたか分かってるのか分からない。つっつかれてんじゃないかなって思いながらも、つっつかれた球じゃない。向こう側に立って取ってもらっていい？分かります。こっちからつっていただいて。そうドナめっちゃナックル。ドナックル。ごめんなさい。いやそれはこれ基本的に絶対もう持ち上げるしかないんで、あとはもうこう言ってもらえれば一番いいかなっていう感じですけど、レベル高くなかったらこれでもうボール落とすんで、基本。よう取ったな。いや相当ナックルですよ。でこれをじゃあどうやるのっていう、なんともう見ただけで便利そうな技やん。そうですね。できたらいいね。込めなかったらピュッてやったらええねん。そうやればいいんですけど、実際これを習得するというか実際に実現しようとなるとちょっと段階が必要になる。なるほど。ちょっと普通にショートしてもらっていい？これってこう全身回転やからこうとりあえず触れば変えるんで、正直この手の動作だけでもボールこう返ってくれるんだけれども、これが染みついてる人には絶対できなくて、要するに手の動作でこうやってポン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 返す、押し返す、ペンホルダーの基本動作っていうところをまずはこう確認してほしい。今これ見て習得するのはちょっと難しい、ちゃんと練習しなきゃいけないんで。で基本動作どういうのかっていうと、ちょっとじゃあごめんそっちからでいい。ちょっとここら辺にボール返してもらっていい？一応一本一本で。一回やったんだけど、ペンホルダーの基本動作、片面ね、消灯する人で重心を右から左に移動する。でフォアハンド、これはシェイクもそうだと思うんだけど、バックも右から左に移動する。だからペンホルダーっていうのは切り替えっていうのは存在せんっていうじゃあこういうのは存在しないよっていう。で自分も卓球が上手くなってやっぱりその言葉の真意がやっぱり分かるようになったんですけど、ペンはこの右から左の重心の移動に対してラケットがこう変わるだけだから、
だからこう変わるだけ。フォアの場合はこうだし、ショートの場合はこうだから、なるほど、これが切り替えというものが存在しないということか。こうじゃないってことじゃないってことです。でそれをこうやってる人はさっきの技術できない。あなのでまずこの基本の動作っていうところをまず確認してほしいっていうところでちょっと出して、はい、こうね、じゃああれなんですね、手首がこう回ってるだけで手首がそうねこっちかこっちかっていう回ってるだけで動作は一緒。そういうことです。まあ真ん中にボール集めてもらってこうやって切り替えてもいいですし、ちょっとこっち側にボールもらっていい？こっちだけ。ここら辺、はい、これをこうでもいいですよ。なるほ極端に言うとこういうことなんですけど、右から左、右から左。ただ手の向きはいわゆるショートになってるわけね。まずこの動作がないとボールを上げれない。ちょっともう一回じゃあつつき、はい、ちょうだい。こっちから手でやるとどうなる。手の感じでこうやるとやっぱこう落ちるわ。でペンホルダーの場合はそのシェイクみたいに手をこの外線外に回してパワーを生み出すとか難しいんですよ、手の力で。要するにここの足とかの内に絞ったりとか、だからこういうふうに絞って手は押すっていう、この回る力と押す力をうまくこうミックスさせないとできないんですけど、これがそういうのがないままやると落ちちゃう。手だけでやると落ちちゃう。だからボールを上げるのはやっぱり力必要なんで、その時にやっぱこの足の動き、足の動作で力を出してあげないといけないってことですね。この動作を身につけないと球が上がらないっていうことはちょっと分かっていただけたのかなと。で次タッチね、もうここら辺の、はい、ここら辺っていうかこのボールとラケットの接触に関してなんですけど、これも正面衝突する、まっすぐそっちから来たボールに対してラケットをそのまままっすぐ出すとこれはやっぱり落ちるです。こう来ていくらさっきのこの足の力を出そうと思っても回転に対して正面衝突しちゃうとこれ落ちちゃうんで、僕右利きだから右斜め下から左斜め上、要するに右腰から左肩のラインに向かってスイングしてあげると、要するに、上に振ってるからボールは上がるってやつですね。よいしょ。こんな感じ。これはちょっとナックルの具合が減るからもうあとは調整の世界になってくるんですけど、もうちょっとナックルにしたかったらちょっと横に振ったりとかしなきゃいけないので、ここら辺は調整の世界ですけど、まずは入れることが優先なんでまずは右斜め下から左斜め上にラケットを上げてもらうとか、こうちょっと引いてもらう感じ。こっち側にまずはここができてからですね。でこれをちょっとナックにしたかったらちょっとだけ横に持ってくるとかで切るとすげえな、ドナに変わっていくとっていう感じ。よしやってみよう。それだけみんな技術のこと難しく考えすぎだよ。まずこそれは前の動画見てください、あるんでう OK です。初見からタッチからもうそこからいこう。はい、めっちゃネットかかるんですけど、めっちゃネットかかるこれぐらい押しちゃっていいですか？今の感じで言うと打点のポイントがあんまり良くない。こう球が来ますわ。こう来て、こう来て、ここら辺で打ってるわけよ。はいはい。そしたらこんぐらいしかこう上げる力がこんぐらいしかないから落ちてる。もうちょっとね、ここら辺で当たってほしい。でこっから上がるっていう。この辺からそうね。こ
ここら辺で打つっていうよりは。そうそう、球がちょっと上がりすぎてるところで打ってるから、なるほど。スイングで上げようとしてる力がこうちょっと伝わってない。だからもうちょっとこうだね、はい、突っ込むね、それは。そうそうそう、この感じや。そういうことね。おあれかぶってた。かぶってた。ちょっとできるぞ。動作とかはね、今までの動画でもはい何個かやってるんで、基本的には例えばガネさん全然上手くなってないじゃないみたいなことあると思うんですけど、はい。それを染みつけるとか習得させる時間がないので、多分こうやろうみたいな感じにはまだならないと思うんで、これをね、こうやってて、こっちとかめっちゃむずいと思う、やっぱり。意外と押さなくていいんですか。まあこれもいろんな要素というか、さっきはその動作と、ラケットのスイングっていうところを言いましたけれども、結局前進回転と後進回転の法則もあるじゃないですか。下前に行くってことね、はい、だから前に行く力はあるわけだから、あとは落ちないように振ってあげればいいってこと。それをやる時にはやっぱつっつきの方が簡単よねっていうことなんだけど、それだとレベルが上がってくると打たれちゃう。でそうした時に何かもっと打開策がないかっていうことで、自分は結構こういうのがやってたっていうか、やろうと思ってないけどなんかなってた。気づけば無理やポンっていうでもね、今までの動画の中にもヒントはあるんですけれども、まあ動画って毎日更新してるんで、まあ置き去りにされてるものが結構たくさんあるんですが、まあ、その動作の面っていうのも前の動画ありますし、ボールをどうやったら上げやすいかとか、どうやったらこのドライブ入れやすいかとかっていうのもあるんで、それをミックスさせれば技術ってそんなに難しくない。そうですね、ただ単品でやってる時は簡単なんだけど、いろんな試合の時やるの難しいから、それ練習しなきゃいけないよってことなんだけど、はい、うまっ、結構できるようになった。いいや。あとはここから自分の感じにしていく。自分の感じだったり、あとさっき言ったこうちょっとナックルを多く入れたりとか、なんならこうこっちついてちょっとだけサイドスピン多くしたりとか、そっち打つ、ショットで取ってこういうのやったりとか、ここら辺はもうラケットっていうかラバーとボールに対してのこの接地の感覚だったりするんで、ここら辺はもうさっきのこれとボールの落ちる落ちないっていうのを理解していけば、あとは自分のタッチ次第で何とでもできるっていう感じです。はい、はい、じゃあ簡単でしょ。意外と簡単ただ本当前提として、はい、こういうショート、そうですね、後ろから前に押すようなショートになってる人だったり、これしかできないってなると、このテクニックっていうのは生まれない、このさっき言った右から左の動作に対して手がどうくっついてるかっていうところがまずできなきゃいけないんで、これができると下回転に対するボールってそんなには怖くない。特に一般層だとトップレベルになると通用しないこともまあまああるよ。ペンのバックの攻撃技術がないっていうところは解消一つできるのかなと、ね、こういうのじゃないからね。これはまたこれでちょっと難しいから、なんでまあ難しい人もいるし簡単な人もいると思うんだけど、なのでまあ今回は片面のペンホルダー以外は見るななるほどっていうことですね。要するにこのテクニックって片面ペンホルダーっていうか、まあ、片面ペンホルダーやな、こういう人しかまあ思いつかなかったり、そういうこの動作の動きっていうのはできないっていうか、シェイクとは全然違ってくるんで必要じゃない感じですよね、まあシェイクでもこういうやつとかねブロックであるんだけれども、基本的にはシェイクってそういう動作って少ないんで、まああんまり必要ないかなっていう感じです。ただやっぱりペンホルダーでバック側に、バックスピンのボールが来てフォアで回れない、体力もなくなってきて動いたら簡単に振り回されちゃうとか、すごい困ってる人いると思うんで、今回はこのバックスピンに対しての
バックハンドっていうかバックショートでのアタックですね。うんうん、もうこれはそんなに難しくないんだけど、まあまあ画期的な技術だと思うんで、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。